8月30日、金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねです。はい、ということで、今ですね、絶賛とある舞台のお稽古中でございます。それはですね、なんと、ゆずかれいさんのファーストソロコンサート、タブローの振り付けに参加しております。はい。2024年、今年のね、5月に、宝塚歌劇団、退団されました、ゆずかれいさんのファーストソロコンサートでございます。はい。このね、花組のトップスター、ゆずかさんでございますけれども、このコンサートも歌とか、ダンスとか、もういっぱい、もうとにかくショースタイルで繰り広げられるコンサートなんですけれども、その振り付けに私が携わることになっておりまして、稽古をしております。はい。結構いろんな、ゆずかれいさんも、もちろん歌ももちろんそうなんですけど、ダンスもとにかくめっちゃかっこいい方で何でも踊れるんですよね。で、フラメンコがあったりとか、ダンスの種類もジャズダンスとかコンテのようなこのモダンな感じのものからいろんなダンスのバリエーションがあって、その振付師の方もたくさんいろんなジャンルの方が参加されてて、その中に私も、はい、入れていただきまして、もうね、ちょっとお稽古も、なんていうかもう、すごいめっちゃなんて言ったらいいんやろ、新たな、感じ。なんか、それで言うと、めっちゃかっこいい人たち、ダンサーの方もいるので、かっこいい皆さんの振り付けってなかなか、まあ、なんて言うんですか？もちろんいろいろ、なんて、ダンスもいろいろ振り付けさせてもらってるんですけど、普段はどっちかというと、その CM でちょこっとだけダンスを考えたりしたりとか、アイドルちゃんたちの振り付けしたりとかも、もちろんアバンギャルディの振り付けもそうですけれども、ちょっとこう、なんて言ったらいいんやろ。まあ、可愛い系とか、こう、面白い系とか、な感じですけど、かっこいいダンス。ゆずかれいさんが踊ってかっこいい仕上がりにしたいと自分も思っているので、なんか新鮮というか、すごく刺激的な、はい、お稽古をやっております。はい。で、そのコンサートがですね、9月11日から16日、はい、もうすぐですね、もう2週間後に、大阪、梅田芸術劇場、シアタードラマシティで公演がありますので、皆さんぜひちょっと見に来てほしいな。これはチケットあるかちょっとわからないけれども、売り切れてるかもしれないが、すごくすごいです。もう、ちょっと何にも言えないですけど、ぜひちょっと皆さん見に来てほしいなと思っております。ので、タブローです。はい。皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。てなわけで、もう8月最後の放送でございます。はい。もう、あっという間やったな、8月。でもなんか、自分的にはいろんな人と会えた1ヶ月でございました。もう夏終わりということでね、今週はですね、夏がそろそろ終わるソングをかけたいと思います。じゃあ1曲目。じゃあこれから行こう。井上陽水、安全地帯で、夏の終わりのハーモニー。なんか、年に一回、ずっと同じの。85.1あかねクラFM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。それでは、アバンギャルディのおかっぱということで、今週はこのお二人が来ています。自己紹介お願いします。ノナアバンギャルディです。まっちゃんアバンギャルディです。お願いします。はい、ということで、100年ぶりですか君は。そん野な。中さんなんかほとんど来ないじゃん。すみません、お久しぶりでございます。何年ぶりやほんまに。1年ぶりやな。そんなことは。いやいや、そんなことあるよ、本当に。は1年ぐらい。 1年来てない。本当に。そう。調べましょうかいつ、あなたが最後に来た日。
一回セイラと来た、セイラと。ほんまやわ。2回来てるわ。5月31ですわ。最後に来たの。はい。全然1年生。3ヶ月やなんか久しぶりな感じがしますね。まっちゃんはもうちょっと来てるけれどもね。はい。ということで、よろしくお願いしおます。願いします。お願いします。もう、8月最後ですわ。この、はい。まあ、どうですこの夏何か、どこが行かれましたかまあね、基本みんなと同じスケジュールで動いてるんで、そうだね。大差ないんですけど、でも友達の家で、花火見ました。おー。屋上から花火が見える家で、スイカバー食べながら、うん。花火見て夏感じました。めっちゃいい。終わり。なんか普通やな。でも、だからほんまにこの2週間前はサマソニにも出たりとか、はいまあ、あんまり今年ちょっと夏のイベント今年は出れなかった方かなと思うんだけど、そうかな。ですうか。ん。そうか。あんま行ってないよね、地方とかも。もうほとんど、そうなんですよね。夏イベントはサマソニしか出てないんで、サマソニ。そう、サマソニどうだった？いやー、すごかった。なんかやっぱ私たちのライブじゃないっていうそうね。ことなんうで、ん。初めて多分見てくれる方が多くてそう、だ。あと、年代そう。年、なんていうんですか、年齢層。年齢層も。お客さんの年齢層が、私らのライブだと結構、まあ若い人から、いろんな世代の人そういろが来てくれるんな世代ねの。方が来てくれるんですけど、割と、そうね。 20 30代、30 40代の方が多いかな、さまさん。20、30、40か。が多いから、まああんま子供とかもいない。そうですね。そうそう。だから、結構まあ、アニソンうんメドレーとかもしたけど、まあ、なんていうのまあ、ちょっとそれで言ったら私は30代なんで、30代の私がセレクトした曲がドンピシャで刺さってるっていう感じは感じたね。すごいステージからうん客席見てても、うんもうアニソンの乗り方がうん全然違いましたね。そう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 今までのイベントと。いや、なんかね、それで言ったら、そうや、それで言ったら夏フェス以降7月に出たのはお台場冒険王うんのイベント出させてもらった時に、子供が多くって、うんそれこそ、ハム太郎とかさ、はいはいはい。あと、それ残酷の天使のテーゼとかう、んうんまあ、ゲットワイルドとかって結構世代的には、まあ私たち30代の人たちの世代のものなので、うんものなのって方が知ってる人が多いので、10代とかまあ小学生の子たちには何にもわからないそうですから、ね。結構ポカンとしてましたね。ね、そう。で、やってしもうたと思って、もうちょっと子供向けの曲にすればよかったなって反省したんだけど、でもサマソニーでは、いや、絶対自分らの世代の人たちだと思ったので、やっぱりぴったしね、ハマったよね。ぶっ刺さってる顔してましたね。よかった目。がキラキラしてたもん。そう。はい。そういう、まあ、ちょっとやっぱりイベントごとにね、いろいろ変えていくうんっていうのは私はすごく大事だと思いますので、アバンギャルディのね、いろいろ見に来てくださってるファンの皆さんも各地ぜひ来ていただいてですね、ちょっといろいろ見てほしいなと思います。はい。じゃあ先に曲の方に行こうかな。もう本当に夏の最後ですよ。そういうイメージでちょっとぜひ選曲してもらいたいと思います。じゃあ、まっちゃんさん。私はこの夏新しく始めたうん360度カメラはい。の一発目の投稿曲でも使った曲なんですけど、夏ソングじゃないんや、まさか。やったら、違うんや。じゃあ、それ後で触れるから、じゃあ、のっちゃんさあ、んにするわかりま。した。じゃあ、野中さんって言っちゃった。じゃあ、はい。じゃあ、1曲目、じゃあ、のっさんお願いします。はい。私はサマーソニックでもはい。共演したおう。平さん。でも共演してないんですよ。ような。ごめんなさい。間違えた言い方。サマーソニックで、はい。同じ聞いた。同じ。出演した同じむずい。なって、むずくない。むずい説明が。いや、でもサマーソニックっていうイベントに、同じイベントに出ていた
平さんのウォーターなんですけど、もう、めっちゃハマってて、ずっと聞いてるんですけど、なんで生で聞きたかったんですけど、日程が違って私たちと。なんで聞けなかったんで、ちょっとここで、じゃあ何もかすりもしないじゃん。なんで、だよ。ここで流していただこうだか、からサマソニだけで、なんか、ね、同じ、ええもう、同舞台にじ立ったという、いや、全然違うから、同じあっち超メインステージ、野外の。私たちすげえ涼しいステージ。だけど、ありがたかありったけどがたかっ、た。ニュース。はい。はい。全然平さん。はい、全然結びついてない、平の曲。はい。平さんのはいウォーターです。はい。ですけど。頑張って稼ぎましたよね。いや、同じじゃなかった。FM 大阪、あかねクラブ、振付師のあかねです。今日のおかっぱトークは、ノナ・アバンゲルディ、まっちゃんアバンゲルディが来ています。お願いします。お願いします。はい。ということで、まあ、夏、ちょっと楽しんだかっていうことでしたけど、まっちゃんは、またあることを始めたよね。はい。何でしょうか。 360度カメラをお、ついに。としましたっていうか、ね、ね。 10万人突破した時に、うん。フォロワー10万人突破した人がもらえるうん Amazon ギフトをそう。1年ぐらい温めてて。そう、私が、ですよ。そうです私、あかねがですね、メンバーのみんなに10万人、何でもいいんです、アカウント。例えば TikTok でもいいし、インスタでもいいから、フォロワーさんが10万人いったら、お祝いするよって言って、うん T シャツ、はい。オリジナル T シャツと、で、それと共にギフトカードをお渡ししてるんですけど、1年間温めてたんだよね、それを。使えばいいかわからないんですよ。でもなんかやっぱり私はそれをぜひ自分のクリエイトに使ってほしいっていうふうにずっと言ってて、で、ちょっとまあなんかまっちゃん、また新しくコンテンツなんか始めへんっていう話をね、持ちかけて、360度カメラでなんかやったら面白いんじゃないっていうふうに私が言いまして、はい。で、買いますって言ってね、すごかったのね。タクシーの中秒で買った。秒で買った。ええどこの国のタクシーどこで行った香港行ってた時か。コーン。あ、そんな前から。海外行ってた時やねんな。そうです。そう、海外行ってた時に、そうそうそう、香港。そう、ポーンって買ってんな、すぐな。そうやったんや。で、ちょっとこういうのやってみようっていうので、いろいろやり始めて、この夏ね、はい。やり始めました。どうですか？むずいですよねそうそう、なんか、すごい、なんか、それこそ360度が映るっていうすごい特殊なカメラなんですよ。だから撮ってる側も映るし、撮られ、なんて言ったらいいもうすげえ映る。うん上も下もやんな、あれ。はい。空も地面も。地面も。全部。えただの四角のカメラなんですよ。えでもなんでそういう仕組みなんかよくわからんけど、すごいね、カメラがあって、で、それを口に加えて、走ってる人がいたりとか、なんかいろんな使い方をしてる人がいて、で、まず最初にね、大阪道頓堀で道、頓堀でお口に加えてな。走どうそれはどうやった？普通にリー撮るよりは恥ずかしくないんですよ。あまり視線、みんなの視線がうん集まりにくいです。だってカメラ加えてるなんて思わないじゃないですか。で、走ってるだけやかで、ら。はい、走る。確かにで立ち止まってないもんね。そうそう。立ち止まって踊ってる時の方がちょっと視線感じる。そうなんや。でも走ってたらみんな気づかれない。まあ気づかれもしますけど、気づかれたとしても1秒で、あ、そっか、過ぎ去っていくから。過ぎへえ。で、それやって、で、なんか京都も行ったりしてたよな。京都でも走った京都でも加えて走ってみたり、したけどいろいろ、やってはいるんですけど、事件起きてなかったっけ？道頓堀で撮った時うんに、加えたら、うん歯型がいっちゃったんですよ、うん反対に。おー。歯型いってもうたと思って、加えるだけでやろうと思って、うん。あ、だから歯、あんまり力入れないようにしようと思ったってわけだ。そうです。うん。ほんでじゃあ走ってる途中に、落ちちゃって口から。軽く加えすぎてってこと？そうです、そうです。えーやっぱ歯で噛まなあかんかったなと思うんですけど、ガタガタガタって階段の下まで落ちていっちゃって、うん。で、でどうなったんそれ？カメラカメラは無事です。無事やったレモンが、もう、割れたん？ギスギスになっちゃって。最そうなんですよ。だからもう、それが2回目の使用とかやったんで、レンズ買い替えて、
で、のサマソニでも、撮ってたんですよ。うんこのダーツとかできたから。うんダーツとか、卓球とか、で、やってたら、卓球してる時にまた口から落ちちゃったんですよ。で、またレンズ気づいちゃったんですよ。へえ。結構、脆いんや。なんで、自分でダメですかね？自分の加え方がダメですかね？でもなんかさそういう感じなんやな。付け足したら、なんか一個挟むんや。何があるかあ、。そっかさ、なんか普通にガムテープとかそっち系、クッションとかでもいいから、なんか、そう隙間テープとか貼って、クッションつけたら、傷はいかへん。うんそれ自体には。ほんまや。うん。ガチガチになんかつけて、そうえれをも上とか言って。よだれたですね。う、食べただけで確かに。でもなんかそれで加えて、ちょっとバズったよな。はい。ちょっとだけちょっ。とだけ。で、なんかそれで、ちょっと私は、なんかちょっと違うと思ったので、ダメだったら。違う。もなんかそのクイッて走るのが、うん。なんか違うんですよ。なんか、いや、やり方が違うっていうか、でもなんかそれで一回ちょっと研究しようって言って、で、一回まっちゃんと一緒に研究会したんですけど、でも本当に難しくって、なんかただ走るだけで終わったと思ったんですけど、その、なんていうの、携帯でもう一回編集し直せるんですよ。だから撮って、その時に画角決めるんじゃなくって、撮った後に全部画角も編集できるんで、あ、すごく難しいカメラなんだと思った、その時。なるほど。そう、でもすごい使い方次第ではめちゃくちゃ面白く撮れるカメラだから、それを一緒に研究して、一緒に、新世界に行って、あれね。はい、一緒に、まっちゃんが、いろんな、フード大阪のフードを食べまくるっていう動画を撮ったんですけど、その向かいには全部私がいます。ですよ。じゃあちょっと編集でちょっと動かしたら、あかねさんが映ってる。そうやばい。めっちゃ、そっちみたいな。そっち質問してほしいな。してる。そう、一緒に口開けて食べてんの。あーんとか言って。やばい。こいつそう、でも、そう、やってんねん。すげえプ。ロデューサー動いてますわ。ずるないいやいや、だって、それはまっちゃんがやれ、と、ずいやるいって、これは。だって、反則やん。お誕生日一緒やもんな。そこでそんなのしてくる。そう、でもなんかちょっと楽しいなと思って、私も新しいコンテンツ。いや、そうですね。めっちゃ、なんか、ドキドキしましたもん。まっちゃんの動画見て。焦りってこといや、焦りもやけど、なんか、焦りっていうか、なんか、新しい、アバンギャルディのメンバーの一人が、また新しいコンテンツを、なんか作ったってことに、なんかワクワクしたというか、なんか、楽しみになった、めっちゃ。で、もう、やばい、やばい。ちょっと、追い越されるかも。このね、今喋ってるお二人は、アバンギャルディの中でも、まあ、すごいバズってる二人なんですよ。ありがとうございます。そう、フォロワーの数が、すごい多いんだよね。1位と2位。そうです。こう、毎週、アバンギャルディは実は、フォロワーの数を報告しなければいけなくて、全部 TikTok もインスタとかも全部報告して、どれぐらい毎週上がったかっていうのを、全部ね、記録として、もう1年ぐらいやってるんですけど、その1位と2位のお二人なんですけれども、まずなんかわかんないですけど、視聴者の人の中でも、なんか例えば、バズる秘訣ちょっと教えてほしい、ぜひ。知りたいですよ。いや分かったらめっちゃ楽やけどな。必ず、それこそそういうダンス動画とか上げられてると思うんですけど、バズったりするんですか？絶対100発100中とかいや、ではない？ 100発100中ではないけど、9.5 割ぐらいは、10万台は再生されて。再生回数が10万いくということです。10万以上は、ほぼいってるかな。それはインスタグラムですか？インスタグラム。あ、なるほど。なんか TikTok はちょっと最近全然回んなくて、伸び悩んでるんですけど。なるほど。コツってむずいな。でもなんかさ、まあ、わからへんけど、曲とかも結構大事ですか？でも曲はめっちゃ大事やと思う。はいはい。やっぱ今流行ってる、音源っていうのが、やっぱあるんで、その音源で、まあ新しいことする時もあるし、流行ってる振り付けを、そのまま自分たちに落とし込んで、まあやることもあるし。どうやったら流行ってる曲ってわかるんですか？インスタグラムやと、動画の右下か。そこのタイトルのとこに矢印がついてるんですよ。これ知らんかってんな、私も。右何教えてもらってした。
に向いてる矢印がついてて、うん。それは何だ今多分こう回りやすい音源。トレンド中ってトレンド中の音源。そう。うん。で、で、そこからさらに、うん。その矢印を押すんやったかも。やと、なんかランキング出てくるんですよ。ランキング。すごい。で、それがトレンド入ってるランキングなんやそうです、そうです。で、なんかさ、日本のさ、トレンドの時もある。日本のトレンドもあるやん。でも最近はいないです、日本見て。そう、日本トレンドっていうのは、あれレアな日本の矢印がピューってなってるやつ。そのシステムなくなって、そうなん今は一本しか見かけないですね。そうなんやう。ん。一本化されたんや。一本化され矢印が。一本化されでもなんかそんなのもさ、普通にインスタとかやってる人知らんやん。そうですよね。そういうところから、なんか、回ったりするな。だから、例えば別にダンスとかに限らずさ、なんか例えば、猫とかさ、犬とかのペットを紹介するときも、そのトレンドの曲をうっすらかけてたら、そうそうそう。バズったりするんだよね。そうです。とか、例えばまあ自分のお店を紹介したいときとかも、うん。なんかその曲を載せれば、バズる。そうですね。やっぱそれは大事。めっちゃ大事。でもさ、やっぱりその、もっと究極いけば、その曲を流行らせる側にそれならないといけないと。一番今、目いや指してるところ。でもだって、言うくないなんかそのトップクリエイターの方って、別にそんなとこ見えひんみたいな。自分がいいと思った曲をただ使ったらバズりますみたいな。でもね、今、シティポップもそうですけど、はいはい。なんか平成の2000年代のうんうん。Y2K とかも流行ってるはい。ように、ああいう Y2K 時 Y2K 代のって意味わかります意味。イヤー2000うん。で、Y。イヤーで Y。で、2K って2000っていう、言うじゃん。K って、線の略。線のキロみたいな。わからんけど。で、2K っていうから2000か。Y。その Y2K がはい。 2000年代っうん。ていう意味で、はい。ファッションもね、今、流そうです行ります。流行ってます。全部巡り回ってくるもんね、うんトレンド注文は。だからあの時代の、ほう。なんか自分も聴いてた曲はいはいはい。とかで、なんか、うん、一個ブームをなるわけだ。起こせたら、起こせめっちゃ最高って思うんですけど、ちょっとやってくれね、やってむずいですね、あれやね。ってほしいよ。やりたい。うん。そう次。流行りの、うわ、夏逃したな、やば。何してんのだって秋ソングなんかないですよね。ないな冬か夏やな夏ソング夏ややなな。冬とか夏やな。夏は踊りやすかったんじゃないかな。わかほららんけど。、ちょっと今からでも、いける。まだいける。頑張ろちょっと一個なんか、う。うん。探し出します。探し出しも。だって、それだったらさ、タイミングとか、ブラックビスケッツのタイミングとかさ、もう超昔の、そうですね。売りなりとかの時代の曲やんか。売りなり売りなりやんね。曲ね、番組。見てたさ、イライラ棒みたいな、覚えてます棒をさ、この枠の中にさ、こうやってさ、あれ、ウィーンって言ってさ、当たったらバチンってなって、ダーンみたいな。そのゲーム。そのゲームは知ってるけど。いや、あれをな、子供の時売りなりでよ、見てたよ。ほんで、あれで、なんであれやりたいの見て子供の時に。まあ大きく手を挙げて言ってましたね。つってそう、その時の、そう、確かに曲とかももうやっぱり流行ってるから、いける気がする。頑張って。頑張ります。トレンドを作っていかなきゃ。そうですね。だってもう20万人いるんでしょ野中さんは。24.5万人。え、 17.9。まっちゃん 27.9。だから、まっちゃんはとりあえず360度カメラを駆使して、もうなんか、逆に、その360度カメラを使って踊ってみたらいいやん。なんか何でもいいから、駆使してやってみよやってみます。う。とりあえず、食べ物関係は、ああいう形で、私がね。全部あかねさん監視ですよ、あれだから。はい、これ食べてだから、フォントとかも全部やってだからずるいんやって。とかやって、そう。これやって違うちょっと、から、みたいな。世界的振付師よ。違そんな力借りていいのいいのよ。ねでも、そう、カリカリの音にして、つって。カリ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 ってなんてあれあれ、なんて ASMR かうんの音とかを、こうやって。これ、今、爪の音鳴らしてます。その音も使える。こうやってね。そう、こういう音を、ね楽しいよな。ずるいなぁ。
でも、まっちゃんも聞かせて。バズる秘訣。でもなんか、はっきり言ってさ、まあ前も言ったかもしんけど、まっちゃんってさ、別にさ、なんか動画の画質綺麗ってわけでもないやん、格段。てか、なんでそんな急に流行ったんっていうの多くない私も、その流行ってる音楽とかは、使ってない。使わないんでそう。使ってないのにバズってない。確かに。なんですよ。なんでな私は、分析してるちゃんと自分で。動画は、先生が分析した。はい。ノナ先生による分析。はい、お願いします。いや、なんか、流行ってるものじゃないっていうのの中で、はい。なんか、独特なんですよね。説明しにくいんですけど、はい。なんかまっちゃんの表情も含め、はいはい。あとなんかまっちゃん独特の動きのアクセントあるんですよ。なんかね、首をかって、振ったりとか、そう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 。よく全員のダンスの時でも、はい。まっちゃんの癖出てるよって言ってることあるんですけど、よ。なんかその癖と表情の、なんか見たことなさ。はアニメっぽいんかな、ちょっと。あ。なんか動きと表情がアニメっぽい感じキャラクターっぽくて、なんかそれが、このアバンギャルディの服とマッチして、へえ。おかげか。いやいや、いや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 。顔のおかげじゃない。でも、なんか、まっちゃんって確かに顔が描きやすいよな。なんていうの、イラスト、似顔絵描きやすそうな顔してる。うん。なんかちょっとキャラクターっぽいなるほどね。感じが、なんか可愛いし、ちょっと不気味さもあって、なるほど。なんだから、じゃあ、闇を感じほら、るというか今先生が教えてくれたから、それを活かせるように、普段からも表情とか、やったじゃんっていうか、まあやってるんやろうけど、うんうんな、闇感とおー、キャラクター感。やって。なんか、めっちゃよく言ってくれてる気がします。いや、でも結果的にさ、そうなんやから。だって、しっかりなってるからな。うん、すごい。素晴らしい。はい。ということでございます。皆さんも、もしも今のお話を聞いて、何か始めてみようと思ってください。思ってください。バズる秘訣があったのではないでしょうか。トレンドの曲っていうのが大事ですね。はい。ありがとうございます。さあ、お便り募集してますか？お便り、募集してまーす。はい。リクエストフォームで、ぜひ、アバンギャルディへの質問、知った激励、よろしくお願いします。そう、9月に入りましたらまたアバンギャルディね、海外のお仕事も、もうほんとずっと1ヶ月ぐらいね、そうですね。続いていくので、はい。なんでまあ、ぜひ、日本でのね、会えるタイミングで、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。はい。ということで、本日のおかっぱトークは、ノナ・アバンゲルディとまっちゃん・アバンゲルディでした。ありがとうございました。じゃあ、お別れに一曲。じゃあ、まっちゃんお願いします。一番大好きなアニメの進撃の巨人の、進撃全部見た見ました。見た見ましたよ。大号泣。長野さんと絶対一緒にカラオケで一番だけ歌います。出ますが難しくなってくるんで。なんで歌うわけ、あの曲。この曲聴いたら、ウォーってなるんで、それでは、リンクとホライズンさんのグレンの弓矢です。どうぞ。